こんにちは。今回はタートルネックのネックウォーマーを編んでいきます。反対側はスリットを入れたデザインで、タートル部分を二重にしています。増減なしのまっすぐ編みで、長さのアレンジが簡単です。よかったら編んでみてください。ではそれぞれ使った糸のご紹介です。まずこちらはダイソーさんのアクリル系と並太で、色はホワイト、かぎ針は6号から7号。こちらはダイソーさんのアクリル系と並太のソフトタイプ、色はベビーピンク、かぎ針は6号から7号。こちらは2本を引き揃えて編んでいます。白い方は浜中さんのピッコロで、色番は2番、アクリル 100% で、かぎ針は4号になっています。こちらはダイソーさんのストレッチループで、色はピーチ。内容はこちらで、おすすめのかぎ針は8号になっています。細くて伸縮性のある糸です。かぎ針はすべて10号の 6mm で編みました。では編み方の説明をしていきます。まずこんな感じにタートル部分のリブ編みを編んでいきます。適当な長さに編めたら、最初に取っておいた長めの糸端で、ここの部分を自然な感じにつながるつなぎ方で閉じていきます。こんな感じにつながります。筒状になったら、今度はこのように半分に折ります。タートルネックですね。そしたらここから続きで、この2枚を合わせながら、今度はここの下の部分を増減なしで編んでいきます。タートル部分の縦と横の長さの決め方は、ここの部分が作り目になって、後で半分になるので、出来上がりの倍くらいの長さに作り目の鎖編みを編みます。編んでいくと若干短くなっていきますので、何段か編んでお好きな長さに増減して決めてください。そして何段くらい編むかは半分に折ってタートルネックにして、で、実際に首に巻いて、ゆったりめとかきつめとかお好きな長さに編んでみてください。では、タートル部分のリブ編みをこんな感じで編んでいきます。ここはお好きな長さに編んでください。今回は作り目の鎖編みを25目で編んでいきます。25目で私の編み加減では約15センチになりました。では最初の糸端で後で閉じるときに使いますので40センチぐらい取ったところから編んでいきます。最初の作り目を作って、今回はここで引き締めずにこの輪っかを鎖の一目目として編んでいきます。これで1ですね。1、2、3、
では最初の輪っかを1目とカウントして25目編んできました。最初の作り目でここをキュッと引き締めると、後で閉じるときにこのポコッとした部分が残ってしまいますので、今回は引き締めずに編んでいきます。ではここからゴム編み部分ですね。引き抜き編みのリブ編みで編んでいきます。毎段鎖一つで立ち上がったら、針から数えて1、2、2つ目の鎖の向こうの一本に針を入れて引き抜き編みで編んでいきます。針から数えて1つ目、ここは今編んだ立ち上がりの目ですね。なので1、2、2つ目の鎖の向こうの一本ですね。ここから編んでいきます。向こうの一本に針を入れて糸を持ってきて引き抜き編み。ここは一番初めなので、マーカーをつけておくとわかりやすいですね。そしたら次の鎖のまた向こうの一本に針を入れて引き抜き編み。また次ですね。目を飛ばさないように編んでいきます。少しきつくなりがちなので、ゆったりめに編んでいくとちょうどいいと思います。こんな感じで同じ編み加減で編むと綺麗な編み目になるので、なるべく同じ手加減になるように意識して編んでいきます。では端まで25目編んできました。次は2段目ですね。鎖一つで立ち上がったら、今編んできたここの引き抜き編みですね。ここの鎖目のまた向こうの1本、ここを拾って1、2、3。こんな感じでまた引き抜き編みを編んでいきます。針から数えて1、2、ここですね。ここから編んでいきます。向こうの1本に針を入れて引き抜き編み。ここは一番端なので、またマーカーをつけておきます。次の鎖の向こうの1本に針を入れて、ゆったりめに引き抜きます。また次の鎖目ですね。向こうの1本に針を入れて、引き抜き編み。また次ですね。こんな感じで端の方まで編んでいきます。では端の方まで編んできました。ここのマーカーのところが最後のところですね。ここの最後の鎖目の向こうの1本に針を入れて、ここが最後ですね。引き抜きます。では次の段からも同じように編んでいきます。鎖一つで立ち上がったら、針から数えて1、2、ここの鎖目から編んでいきます。また向こうの1本に針を入れて引き抜き編み。ここの2本のところにまたマーカーをつけておきます。次の鎖目の向こうの1本に針を入れてゆったりめに引き抜き編み。次のところですね。こんな感じで往復でしばらく編んでいきます。では、約44センチ編んできました。で、最初の糸端を上に持ってきたときに、最後が
下になるように偶数の段まで編んでください。で、こちらの面が裏になりますので、糸を変えた時の糸端はこちらの面で糸始末をしてください。では、とじ針に最初の糸端を通して、ここの部分をつないでいきます。では、手前が編み始め、向こうは編み終わりですね。で、編み終わりの目はほどけないようにマーカーを入れておきます。つなぎ方は以前アップしたリブ編みの閉じ方という動画でも詳しく説明してるんですけども、針を入れるところは、こちらの方は、一つ目はここの糸が出てるので、ここですね。なので、1、次はここの縦の糸の左右の穴のところ、ここが2、次はここの両端の穴ですね。3、次はここ。こんな感じで順番に拾っていきます。で、向こう側は編み地をこのようにすると、ここに鎖の列があると思うんですけども、ここの側面ですね。側面のこの鎖目。ここの一番初めは、ここですね。この V の足元のここ。ここが一番初め。1、2、3、4というように、この V の足元、ここを順番に拾っていきます。では、つないでいきます。まず向こうですね。一番右端の鎖の足元。一番右端のところですね。ここに糸を通します。次はこちらですね。ここの次ですね。ここの縦の糸の左右の穴に針を通します。次は二つ目の鎖の足元。ここですね。ここに糸を通します。次はここですね。さっきここだったので、次はここですね。次は、次の部位の足元ですね。次はここですね。さっきここだったので、次はここですね。次はこの鎖の足元のここですね。こんな感じで順番に拾っていきます。で、少しつないだら、ゆっくり糸を引きます。こんな感じですね。自然な感じでつながっています。そしたら、次はここですね。こんな感じで端の方まで拾っていきます。
こんな感じで端の方までつないでいきます。では端の方までつないできました。最後は、こちらは、ここですね。ここが最後ですね。ここ。で、向こうは、一番最後の鎖の右側のここの足元ですね。ここまでつないでおきます。では、糸端は裏の方に持っていって、表に響かないように糸始末をしておきます。では、こんな感じで筒状のものができました。では次は、これをこのように半分に折って、ここを閉じながら編んでいきます。では、ここの編み終わりのマーカーのついている、ここの鎖目をずっとたどっていって、ここの上のところですね。上のところの、この辺にマーカーをつけておきます。ここの上ですね。では、こちらが表ですね。これが裏ですね。このように折って、で、ここがマーカーをつけたところですね。ここに針を入れます。そして、編み終わりのループを針に戻して、このループをこちらに持ってきて、ここから編んでいきます。こんな感じですね。ここをつなぎながら編んでいきます。では拾っていくところは、ここの鎖の列ですね。ここの一番上の鎖目の真ん中、ここに針を入れて、向こうは次の列の、ここですね。この鎖目の真ん中。次は、ここの鎖の一番上の鎖のところですね。向こうは次の鎖の列の一番上の鎖の真ん中。こんな感じで拾って編んでいきます。では、鎖一つで立ち上がったら、同じところですね。足元のこの鎖の真ん中に針を入れます。向こうも同じところですね。向こうの一番上の鎖の真ん中ですね。ここに針を入れて、糸を持ってきて細編み。そしたら鎖を一つ。この繰り返しで編んでいきます。次はここの鎖ですね。一番上の鎖の真ん中。向こう側も次の鎖の一番上の真ん中ですね。そして糸を持ってきて細編み、鎖。次はここですね。一番上の鎖に針を入れて、細編み、鎖と編んでいきます。次はここですね。針を入れにくいときは、少し小さめの針に変えて、で、ゆったりめに編むといいと思います。こんな感じで一周ぐるっと編んでいきます。では一周編んできました。最後の列まで編んでいます。そして鎖も編んでいます。そしたら一番初めのところ、ここにもう一度針を入れて、ここに細編みを一つ。こんな感じでこの段は終わります。では2段目ですね。4根編みで編んでいきます。下の段の細編みの上には鎖、鎖の上には細編みという感じで編んでいきます。まず鎖一つで立ち上がったら裏にして、
まず細編みですね。細編みの上は端なので、ここは細編みで編んでいきます。次は鎖ですね。鎖のところには、このスペースに針を入れて、細編み。ここは細編み細編みと2つ続きますね。そしたら次は細編みなので、細編みの上は鎖ですね。そしたらここからはこの鎖のスペースに針を入れて、細編み、鎖、次の鎖のスペースに針を入れて、細編み、鎖、こんな感じで一周編んでいきます。では2段目も一周編んできました。最後鎖を編んだら、一番最後の鎖のスペースに針を入れて、細編み。そしたら最後の細編みの頭に針を入れて、ここも細編み。この段は最初も最後も細編み2目ですね。こんな感じです。では3段目ですね。また鎖1つで立ち上がったら裏にして、下の細編みの頭を拾って細編み。次は下が細編みなので、ここは鎖ですね。そしたら次のここの鎖のスペースに針を入れて、また交互に編んでいきます。細編み、鎖、スペースに細編み、鎖、スペースに細編み、鎖、こんな感じで編んでいきます。では一周編んできました。鎖を編んだら、最後のスペースに針を入れて、細編み。鎖を編んだら、細編みが2つですね。ここの一番端の細編みの頭に針を入れて、細編み。では、こんな感じで、2段目と3段目の編み方を繰り返し編んでいきます。鎖1つで立ち上がったら裏にして、今度はここに細編み2つからのスタートですね。細編みの頭に針を入れて、細編み。次のスペースに針を入れて、細編み。細編み2目からですね。そして鎖。で、また次から交互に細編み、鎖と編んでいきます。こんな感じでしばらく編んでいきます。では、ここから9段で約 6.5 センチ編んできました。この辺で糸をカットしようと思います。では、糸処理分残してカットして引き抜きます。では完成です。着膨れせずに重ね着感シリーズでいろいろタートルネックのネックウォーマーを編んできたんですけども、今回はタートルネックのところを二重にしているので
厚みがあってしっかりしています。そして並太の太さで形もシンプルなのでサクサク編んでいただけます。よかったら編んでみてください。今回もご視聴ありがとうございました。